だからがっつり解説&考察。ジャスパルと申します。サマーフェスティバル2025でネギのプロフェッショナルカモネギが追加されましたので、ポケモンスリープバージョン 2.9.0 現在の太い長ネギランキングを見ながら、どのポケモンが強いのかだったり、誰を積極的にゲットすべきかだったり、無課金目線でがっつり解説考察していきたいと思います。ショート動画でレベル60については超ざっくりやったんですけど、こっちではより詳しくレベル30だとか木の実やスキルのポケモンたちも踏まえていろんな視点で見ていこうと思いますので、太い長ネギポケモンの厳選育成の何かしらの参考になれば幸いです。ちなみにカモネギはどちゃぼこ強いです。それでは参ります。ということで早速、太い長ネギランキング全5種見ていきたいと思います。今回計算に使用したのはレノンクスポケスリ攻略ツールさんで、全員サブスキルなし、性格無補正、元気設定は現実的で、1日に元気オール S レベル6の18回復 ×4 回としています。スキル確率アップ M のサーナイトが 4.5 回くらいはあるので、まあそれよりはちょっと低くしてるよって感じです。また睡眠時間9時間3食付きなので、最大所持数の少ないカモネギなんかは特にダメージ大きめって感じですね。後ほど所持数無限の設定でも比べてみます。それではまずは食材ポケモンたちのレベル60編です。1位カモネギ 42.82 個、2位ウェーニバル 34.03 個、3位ダグトリオ 28.64 個、4位メタモン 27.27 個、5位ウェルカモ 26.83 個、6位ウツボット 20.69 個、7位バリアード 18.32 個。だいたいこんな感じとなっております。詳しい解説は一度すべてのランキングを見終わった後にやっていきます。続いてこのレベル60で所持数無限の設定にしてみます。こうすることで超ざっくり日中に編成している時最強なのは誰かがわかりますね。1位カモネギ 50.58 個、2位ウェイニバル 36.21 個、3位ダグトリオ 32.16 個、4位メタモン 31.12 個、5位ウェルカモ 29.29 個、6位ウツボット 24.16 個、7位バリアード 20.89 個となっております。順位にこそ変動はありませんが、カモネギは8本近く 18% くらいネギの期待値が増えているのに対して、ウェーニバルは2本くらい 6% ちょっとしか増えてないんですよね。カモネギの所持数の少なさがこれだけ影響してるんだっていうのがわかるのと同時に、2進化で所持数も多いウェーニバルは一緒に寝ても強さが損なわれにくいんだっていうのが見えますね。続いて食材ポケモンのレベル30編見ていきます。1位カモネギ 31.06 個、2位はウェーニバルではなくダグトリオ 17.81 個、3位ウェーニバル 16.94 個、4位メタモン 15.19 個、5位ウェルカモ 13.31 個となっております。こちらはダグトリオが2位になっているので、序盤中盤のとりあえずネギ担当としてはダグトリオそれなりに優秀なことがわかります。まあとはいえ唯一 AA にできるカモネギの独壇場ではありますね。メタモンはダブルスコアをつけられておりますし、なんならレベル60のダグトリオやメタモンより強く、レベル60ウェーニバルに匹敵するほどとプロフェッショナルっぷりを遺憾なく見せつけてくれてますね。それではレベル30でも所持数無限のランキングチェケラしてみましょう。1位カモネギ 35.47 個、2位ダグトリオ 19.37 個、3位ウェーニバル 16.96 個、4位メタモン 16.42 個、5位ウェルカモ 13.65 個となっております。レベル30の時点ですでにカモネギの所持数あふれはかなり大きいです。ウェーニバルはレベル30がネギ2本なのも相まってほぼ変動なし 0.02 個増えました。食材確率が高ければより影響が大きくなる項目なんですが参考までに。続いて木の実スキルのポケモン。木の実とスキルのポケモンは現状レベル60でしかネギを集められるポケモンがいないので、レベル60編のみとなります。まあ幻のポケモンがいるっちゃいるんですけどね。また集められるポケモンも多くはないので、木の実スキルもまとめちゃいます。ってことで太い長ネギ木の実スキル編。1位メガニウム 11.13 個、2位ライコー 10.85 個、3位ヘルガー 10.60 個、4位エルレイド 8.30 個、5位サーナイト 8.04 個となっております。
見た目上はメガニウムが1位なんですが、ライコーは自身のメインスキルお手伝いブーストでさらに若干食材を集めることが可能なので、事実上の1位はライコーになりそうですかね。まあ劇的に増えているわけではないんですけどね、よくて 2,3 本とかそんな感じです。そもそも採用したライコーがたまたまネギを持っていた上にレベル60まで上げなくては解放されないので、狙うのはガチ課金プレイヤーさんでも途方もない領域な気はしますね。出会えたらラッキー枠って感じで。そんな5種類の太い長ネギランキング見てきました。ここまででまずいかがでしょうか。カモネギがいなかった世界がどれだけネギを集めるのが大変だったかがよくわかるようなランキングだったんじゃないかなと思います。それではここからはそれぞれのランキングについて各ポケモンの特徴であるとか、どんな厳選を心がけたいかなど、無課金初期勢のパル目線で思うことをいろいろとお話ししていきます。まず食材のレベル60編から。ざっくり全体を通しての強さのバランスはカモネギがぶっちぎりで、ウェーニバルも他のポケモンたちに比べると頭一つ抜けています。ここがネギ2強なのはほぼ間違いないですね。で、ダグトリオ、メタモン、ウェルカモが大体同じくらいの能力で、フレンドポイント12のダグトリオとウェルカモが同じくらいの能力に調整されているのは面白いところですよね。ウェルカモ2000時間一緒に寝たとしてもウェーニバルには勝てないので、基本は進化推奨なんですが、スイ君を育成していてウェルカモが好きって方はなしじゃないくらいの能力は持っているかと思います。もしかすると EX モードで注目を浴びるかもしれないので、ウェーニバルがすでにいるけど素敵な子がボックスにいるよって方はちょっと様子見てみてもいいかもですね。メタモンは尻尾とスキルコピーが強いので、ネギとしてはまあこんなもんって感じですかね。尻尾の今後の扱いによって評価をガラッと変えなきゃいけないポケモンだとも思っているので、今強いネギのメタモンに出会った方も新フィールドの新レシピ判明くらいまでは育成を見送ってもいいかとも思います。いつか再び出てくるんでしょうかね、尻尾料理。で、6位以下にレベル60 C 食材がネギのウツボットとバリアードが入ってくるって感じです。C 食材だけでもカモネギ以外のレベル30ポケモンたちを超えられるくらいの数は集められるので、バカにできない選択肢にはなってるかと思いますね。ウツボットは食材の能力だけで比較するとバリアードの完全上位互換と言っても差し支えない能力です。今回の計算のやり方だと元気チャージ持ちのポケモンの強さってちょっと測りづらいところがあるんですよね。元気オールがある前提なのでスキルが活かしきれないというか、元気が過剰になっちゃう。なので見えている数値よりも評価高くしていいかとも思います。この計算結果だと寝ている間もめちゃめちゃ元気なので、所持数無限部門での伸びしろも結構ありますね。実際所持 L ウツボットを育てていて、トマトとポテトの子2体いるんですが、朝一マジでモリモリです。レベル60以降はほとんど一緒には寝てないんですが、一括睡眠の民には助かる性能をしてくれてるなーっていうのは実感としてはありますね。バリアードくんはスキルコピーとクレセリアチームで輝きますので、弱いという感覚は全くないです。まあ食材方面はぼちぼちなので、みたいなポケモンかなって思ってます。スキルが強めで使ってて楽しい。ちなみに厳密に言うと7位はバリアードじゃなくてクワッスーなんですよね。水タイプのウェルカモがすでにいるので割愛しています。そんなネギポケモンたちなんですが、このまま厳選の重要度みたいなところもお話ししていこうと思います。まあこうやってランキングを見てきて各ポケモンの特徴にも触れる中で、順位とポケモンの強さっていうのは必ずしも一致しないとは思いますし、ウツボットやバリアードも私はかなり高く評価してるんですが、現在ネギを最も使うレシピ、最強カレーの居合切りすき焼きカレーネギ27本。えぐいってリンゴやミルクじゃないんだよってことで、まあしっかりとした数を要求されるんですよね。これによりカモネギやウェーニバルの重要度は嫌が王にも上がっちゃうだろうなっていうのは非常に感じるところではあります。単体ですき焼きカレー1日3食分の81本を集めるには、お手伝いボーナスやいいキャンプチケットなしではほぼカモネギにしかできないゲートとなっていて、フルスペックのカモネギをゲットしたくなるモチベーションとしてもすき焼きカレーは用意されたのかなって感じの調整になっていると言えそうです。今画像に出したトップ4の4体、カモネギ、ウェーニバル、ダグトリオ、メタモンに食材確率アップ M、お手伝いスピード M、最大所持数アップ L を持たせて正確でも食材確率をアップさせたほぼ食材特化の状態にして、カモネギおよそ87本、ウェーニバル68本、ダグトリオ59本、メタモン57本となっているので、ネギを大量に集めるのってやっぱりめちゃめちゃ難しいんですよね。っ
っていうか知らなかったんですが、このレベルで食材特化にすると無補正の時のおよそ2倍の数を集められるようになるみたいですね。ランキング見ている時にもふんわり覚えておくと役に立つかもしれません。特化すると2倍以上にはなるんだなみたいな。そんな感じで鴨ネギの登場によってネギの要求数ががっつり引き上げられましたし、今後も引き上げやすくなるんじゃないかと考えれば、強力なネギポケモンを用意できたら嬉しいよねってことで、ネギ厳選これまで以上にちょっと頑張りたいポイントになったかなと思います。とはいえバージョン 2.9.0 現在まだネギレシピが重要ってわけではないんですよね。カレーにはすき焼きカレーと同じボーナス値で無課金にもまだ作りやすい目覚めるパワーシチューがありますし、デザートの銅のエクレアも今後鍋サイズが大きくなれば一応作りやすくなっていくはずなので、今はまだやり込む人のためのレシピっていう域は出ていないのかなと思います。必須ってわけじゃないから鴨ネギもゲットしづらいし、すき焼きも法外なネギの数を設定できるというわけですね。多分ちゃんと商売上手かつ無課金にも優しい設計になってくれています。ありがとうセレクトボタンさん、ポケモンワークスさん。この均衡がいつまで続くかは分かりませんので、どこかでネギ厳選頑張っておくと後々の財産になるかと思います。で、じゃあ誰頑張るんだってなったら、ほぼカモネギかウェーニバルだよねって話になるかと思うので、その2体はネギのプロフェッショナルとしての採用を現時点ではまあまあ強めに推奨しておこうかなと思います。カモネギは誰もがネギ以外狙わないまであるみたいなステータスしてるんですけどね。この均衡が崩れるとき、ネギレシピが誰にとっても重要になるのはそれこそさらに2年後とかで、その頃はフレンドポイント5でゲットできるネギ担当が出てくるとかになっててほしいところですね。ワンチャンウェーニバルをレベル75まで見据えてサブスキル見ておくのはありかもしれません。私も今後意識してみようかなと思います。ちなみに私は AAB のウェーニバルを育ててしまいましたので、カモネギいきますかねいやはや修羅の道ですね。夢の AAA カモネギ、いや神ネギ、一緒に目指して頑張っていきましょう。で、この流れのままレベル30入っていきたいと思います。というのも、今お話ししたようにネギのレシピってまだそこまでは重要じゃないと思ってるんですよね。特にカモネギとウェーニバルはちょっと厳選頑張りたいなと思っているので、うかつに育てられないみたいなところもあるかと思います。そういう時につなぎとして輝きそうなのがレベル30のランキングかなと思います。言うてまだまだスパークスパイスコーラが活躍する瞬間もありますし、コーラやすき焼きと相性のいいポケモンがいるのであれば作っていきたいですよね。で、まずカモネギ、圧倒的に強いです。ただし AAA なんてそうそう出会えるもんじゃないので、直前にうかつに育てられないって言ったんですけど、カモネギは AA の子でもネギに関してはレベル60に匹敵するくらい強いので、一旦覚悟してレベル30までは育てちゃってもいいかなと思います。現状替えが効かなすぎるので、カモネギだけは気合で育てましょう。で、厳選は続けましょういや、なかなかエンドコンテンツですね。で、次に優秀なのがダグトリオなんですよね。なので、たまたま素敵なディグダやダグトリオの進化後ゲットでもいいと思います。クワッスやカモネギを探しているついでにスヤスヤタイプだった時に彼ら出てきてくれますので、チャンスがついた時だとかちょっと一つまみしておくと、いざネギがちょっと使いたいっていう時に力を借りやすいかなと思います。BB でそのまま強ければレベル60にしてカモネギたちを待ってもいいですしね。メタモンに関してはちょっとまだ評価しきれないので、尻尾の子を育てる流れで B 食材ネギを使うとかならありかなと思います。マジでね、ちょっと今後のレシピ先に教えてほしいですね。できたらつなぎ役は AA カモネギかダグトリオさんとか、あとはこの後出てくるんですがサーナイトとか、場合によってはウツボットの C 食材とかにお願いしたさがあるかなと思うので、ちょっとそういう視点を持ってみるのもいいんじゃないかなと思います。このあたりは手持ちに応じて考えてみてください。レベル30カモネギくんはそれこそこれ以上育てなくて良さそうなのであれば、うまいこと日中だけ編成できるようにするとか、それこそサーナイトと卵のハピナスで元気オールの援護をしてあげるとかできたらいいなって思いますね。そんなレベル30でした。で、最後に木の実とスキルのポケモンたち。彼らは食材のポケモンたちとはまた違ったベクトルの重要度を持っていると思っています。ランキングではビビたる量ではあるんですが、彼らってどんな料理ジャンルの時も編成しやすいですよね。メガニウムやヘルガーなら木の実一致のフィールドでは編成するでしょうし、
ヒーラーのサーナイトやスキルでの強力なサポートができるライコー、エルレイドはフィールド問わずずっと入れっぱなしだよって方も少なくないかと思います。ってことは超極端なことを言うと、この数値 ×7、1週間で最も数の少ないサーナイトでも56本くらいはネギが溜まっていくっていうことになりますね。食材特化クラスのネギメタモンが1日57本ですから、マジでバカにならないです。で、これ鶏が先か卵が先かみたいな話になっちゃうんですけど、彼らネギの木の実スキルポケモンを採用されている方は、ネギのレシピが作れることで彼らを恒常的に強化できるみたいな話にもなるので、ちょっと積極的にネギレシピに取り組んでもいいんじゃないかなと思ってます。さっきネギレシピはまだ重要じゃないぜみたいな話をした直後ではあるんですが、作中でもかなり多くの方に採用されていそうなメガニウムやサーナイトの3体に1体はネギ個体ですもんね。別に毎食ネギレシピを狙う必要はないかと思うんですが、日曜日にコツコツレシピレベル上げをしたりだとか、ネギのポケモンのレベル上げを並行して行ったりとか、ちょっとねネギの重要度を上げておくっていうのもいい選択肢かと思います。育てたサーナイトやライコー、多分まだまだお手伝いしてもらえますもんね。すき焼きカレーの追加で備蓄食材としてもカレーとデザートの2ジャンルに対応できるようになったので、使いやすさが増した長ネギ、ようやく環境が追いついた感もあるので、ぜひそのあたりは柔軟に検討してみてください。木の実スキルのポケモンたちに対してはそんな感じでしょうかね。ライコー、エルレイドは自身のスキルによってチームのポケモンのネギも集めやすくなるので、ちょっとこのランキングだけでは測れない部分も大きいですね。ぜひ彼らでネギ集めてるよって方は実際の使用感的なところもお聞かせいただけますと幸いです。そんな感じでランキングを見ながら色々と思うことをお話ししてきたんですが、いかがでしたでしょうか。長くなりましたので最後に超ざっくりまとめてから終わりたいと思います。太い長ネギ、文句なく最強のカモネギが登場しました。すき焼きカレー3食分の81個は特化クラスのカモネギであればようやく対応できるくらいのバケモンレシピです。またレベル 30AA カモネギでもレベル60のダグトリオやメタモンに勝てちゃうほどのネギの量でしたね。カモネギの登場によってネギの要求数が今後ぐーっと増える可能性も考えられるので、最強のカモネギか2番手のウェーニバルの需要が高まるんじゃないかなと思っています。今後の環境に注目です。一方でバージョン 2.9.0 現在はまだネギなしでもなんとかなる環境かと思います。恒常的にネギが集まるサーナイトやエルレイドなんかをお持ちの方はネギレシピの重要度を上げてみるのもいいでしょう。その他最大所持数やウツボットの C 食材など自分の手持ちと相談して今後の厳選育成方針を決めてみてください。そんな感じですかね。この動画が何かしらの参考になれば幸いです。そんな太い長ネギ最強ランキングを見ながらがっつり解説考察でした。ぜひ皆さんの意見感想、カモネギやウェーニバルなどネギポケモンたちに対する評価など何でもコメントお待ちしております。みんなで良きネギライフを考察していきましょう。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みになります。残る16食材についてもやっていこうかなと思っています。やってるうちに新食材出そうなんですけどね。また環境が変わったら随時アップデートしていきたいと思いますので、どうぞチャンネル登録をしてお待ちいただけますと幸いです。それでは過酷なネギ厳選に挑むみんなに素敵な出会いがあり散らかすことを祈っております。出会い散らかせ。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。